日本はもう世界レベルに行ってる。日本に当たった時点で終わりだ。日本は世界レベルだから、タイが今どのくらいの位置にいるのかわかる。日本戦で大きく崩れたら、その後の計算が一気に苦しくなる。日本とやれるのは得しかない。こんなレベルの相手と公式戦でやれる機会は多くないからね。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回は AFC アジアカップ2027で同組になったタイサポーターと話していくよ。タイと同組になったんだね。他には日本はグループ F でカタール、インドネシア、タイと同組になったよ。 U17 と似てるね。そうだね。タイと中国が変わった感じだね。ちなみにこれがグループの振り分け。中国ってポット4なんだ。これポットで並んでるわけじゃなくて、中国はポット3だったよ。たまに並び替えられるよくわからないやつね。グループ F で1位になるとどことノックアウトステージ初戦。グループ E の2位と試合だね。じゃあ UAE かベトナムって感じかな。でも韓国もありえそう。でもなんだかんだ韓国は1位通過しちゃうんだよね。2位通過ならどこと試合？ 2位通過だとグループ B の2位と初戦だね。なんかこのグループ嫌な感じするから日本にはしっかり1位通過してもらおう。そうだね。タイということはついにこっちのチャンネルにトムくんが登場するんだね。そうそう、ついにメインチャンネルに登場だよ。สวัสดีครับ。サワディーカー。じゃあアジアカップの組み合わせを見たタイサポーターが何て言ってるか教えて。任せてください。トムくん、タイではこの組について何て言われてるの？葵さん、ひなさん、今回の組み合わせを見たタイサポーターはかなりざわついてるよ。タイから見たらどんな感じなの？タイにとってはどのポットからも手強い相手を引いた感じ。日本がいて、カタールがいて、インドネシアも今は昔のイメージじゃない。これは厳しいぞって感じが多い。インドネシアは帰化選手ばかりだもんね。前回まではタイはグループ突破できてたけど、今回はさすがに一番きつい。インドネシアとカタールに分かってよ。タイは東南アジアの中ではプライドもあるよ。でもこの組はアジア全体で見ると一気に相手のレベルが上がる。もうワールドカップみたいな組だって冗談っぽく言ってる人もいるけどね。これがワールドカップって。ただ全部がネガティブでもないんだよ。こういう相手とやれるなら逆にタイの現在地がはっきりわかるって考えの人もいたよ。そういう見方はいいかも。そう。怖い組だけど、タイが本気で上を目指すなら結局こういう相手と戦うしかない。今回のタイは準備の質を本当に問われると思う。じゃあまずカタールについては何て言ってるの？カタールからね。タイでは日本ほど完全に別枠扱いじゃないけど、めちゃくちゃ警戒してる。カタールは厳しいんだね。そう。カタールはアジアの強豪って見られてるし、タイと比べる相手じゃないって厳しく言う人もいた。そんなになの？カタールだよ。でも一方でカタールならなんとか勝ち点を狙えないかって言ってる人もいたよ。タイがいい形で試合に入れたら、カタールから1点取る可能性はゼロじゃないって考えてる人もいる。1対0ってことね。違う。引き分けで勝ち点1ってこと。そこ分かっちゃってよ。でもカタール戦は大事になってくるんだね。大事。でもカタールは簡単じゃない。カタールは強いし、タイが普通にやったら厳しいって感じだね。タイから見るとカタールってそんな風に見てるんだね。そうなんだよ。カタール相手に勝ち点を取れたらかなり大きいって見方。じゃあタイサポーターはカタール戦では守りを固めろって言ってるのかな？タイサポーターはそういう現実路線が多いかな。勝てれば最高。でも一番ありそうなのは、なんとか引き分けを拾いたい。勝ち点1は大切だよね。カタール戦は現実的に生き残るための試合だね。次はインドネシア戦について聞かせてほしいな。インドネシア戦が一番熱くなりそうな試合だね。やっぱり同じ東南アジアだから。それもあるし、タイが突破を狙うならインドネシア戦で勝たないと話にならない。ノックアウトステージ突破のためにはインドネシア戦は勝っとかないとね。そう。ただタイサポーターもインドネシアを簡単な相手とは見てない。帰化軍団だもんね。そう。今のインドネシアは欧州系の選手が多いってかなり警戒してる。昔の感覚で見たら危ないって声が多いよ。どう危ないの？インドネシアじゃなくてオランダの2号店みたいな言い方をしてる人もいた。ヒヒヒヒヒ。だからインドネシア戦はただの1試合じゃない。タイがこの大会で本当に勝負できるかを見られる試合。負けたらかなり荒れそう。いや、勝っても負けてもインドネシアサポーターがタイの SNS に攻め込んでくると思う。それも言われてた。最後にタイとインドネシアがぶつかったらピッチの中だけじゃなくて外でもかなりバチバチになるってね。この組でタイにとって一番胃が痛い試合はインドネシア戦だと思う。勝ち点計算とプライドを考えたらインドネシア戦が一番重要。突破するためには
こに勝ってここに引き分けてみたいな計算とかってするのかな。めっちゃ考えてそう。それタイが突破を狙うならどうするかはかなりはっきりしてる。聞かせて聞かせて。まず日本戦は大差で負けないこと、次にカタールから勝ち点を取ること、そしてインドネシアには勝つこと。勝ち点4が目指す形なんだね。そう、タイが4ポイント取れれば3位突破の可能性がかなり見えてくるって考え方がある。3位通過もあるの？あるよ。グループ F まであるから6組の上位2位までと3位のうち上位4カ国の16チームがノックアウトステージ進出。また大会前に詳しく解説動画出してね。あれな逃げに助かる。じゃあチョコ終わってね。日本が3連勝してカタールとインドネシアが潰し合う展開になればタイが2位に入る可能性まであるって考えてる人もいた。2位もあるの？もちろん理想だけどね現実的にはまず3位上位を狙うって考え方が一番多い。いっちゃえいっちゃえ。でもさ、1ポイント取れれば十分って声もあるし、0ポイントもありえるって見方もある。0ポイントもなくはないか。葵さんそうだよね。この組だとそういう声が出るのもわかる。相手が全部きついから。これはサバイバルだよ。日本戦で大きく崩れたらその後の計算が一気に苦しくなる。じゃあ日本については何て言ってるの？日本のことはタイでもかなり話されてるよ。やっぱり日本のことは一番警戒してるの？警戒というよりもう別格扱いに近いね。日本はこのグループの1位候補として見られてるし、タイが勝てる相手として考えてる人は少ない感じ。中には日本に当たった時点で終わりだ。日本はもう世界レベルに行ってる。日本戦は勝てるかどうかよりどれだけ耐えられるか、どれだけ内容を見せられるかって風紀が強い。日本とカタールに大差でやられないようにしてインドネシア戦で勝負する。日本には大量失点しないことが大事ってことだね。特に3位突破を狙うなら日本戦で大量失点すると一気に苦しくなる。だから日本戦は勝ち点よりも失点を少なくする試合って見方がかなり現実的。私はタイとの試合楽しみなんだけどな。タイでも日本と戦えること自体を楽しみにしてる人もいるよ。それは嬉しいね。日本は世界レベルだからタイが今どのくらいの位置にいるのかわかる。かなり貴重な試合だ。日本とやれるのは得しかない。こんなレベルの相手と公式戦でやれる機会は多くないからね。日本がワールドカップに行くようなメンバーで来たら監督がどう対応するのか見たい。前の監督より大差になったら監督を変えた意味がないことが証明される。なるほど。タイの戦い方とか監督も試されるんだね。そう、全部見られてる。日本戦はタイにとってただの1試合じゃなくて現在地チェックみたいな試合になる。タイサポーターは日本へのリスペクトがかなり強いね。かなり強い。でも日本はフルメンバーじゃなくても強いって見られてるんだけどね。その頃には日本の監督も変わってそうだね。日本は本気の A 代表じゃなくても強い。大学生のチームみたいなメンバーでも強い。勝つのは厳しいけどゴールは見たい。何か爪痕を残してほしい。ただ守って終わるんじゃなくて点も取りたいよね。日本に押し込まれる時間が長くなるのは覚悟してる。でもその中で1回でもチャンスを作れるか、1回でも会場を沸かせられるか、そこに期待してる。1回でいいの1回じゃ満足できない人もいるよ。日本にもファイトしろよ。タイサッカーには ASEAN 王者としてのプライドがあるんだからって言ってる人もいるんだけどさ、それに対して日本はグループで1位が確定してるよって言われちゃってたよ。確定はしてないよ。アジアカップについてなんだけど、まだ時間あるんだからちゃんと準備してくれ。今からでも遅くないからしっかりチームを作ってほしい。日本はここからワールドカップだけどタイはアジアカップに向けて準備できるんだね。タイも ASEAN チャンピオンシップが今年はあるよ。年末にあるのだ。他にもさ、タイの血を引く選手、国内も海外も含めていい選手は本気で集めてほしい。中途半端じゃなくて使える選手は全部見てほしい。上手い選手なら海外にいても分かりそうだけど、タイサポーターからかなり共通してたのはフィジカル面。120分走れるくらいまで仕上げてよっていう厳しめの声が多かったんだよね。タイの選手は後半に落ちやすいって見てる人もいて、今回は時間あるんだから準備不足の言い訳はなしだからねって感じ。どこの国でも体力落ちるって言うよね。海外の体力トレーニングってどんなことしてるのか気になるよね。アジアカップに向けて合宿の計画とか欧州にいる選手の扱いとかもちゃんと整理しておいてほしい。でもね、選手とか監督だけじゃなくてもっと大きいところに不満が向いてるんだよ。タイサッカー協会でしょ。
私もタイサッカー協会は不満だもん。まさにそこ。今の協会は長い目で選手を育てるより目先の結果ばっかり気にしてるんじゃないか。例えばタイリーグで外国人を多く使えるようにしたら、タイ人選手はどこで経験積むんだ。これじゃ代表が強くなりにくい。クラブのビジネスは重視してるけど、代表のことは後回しに見える。タイを本気で強くしたいなら場当たり的じゃなくて育成から見直してくれ。タイ代表は成績が良かった石井監督、辞めさせられちゃったもんね。そうなんだよ。セパタクローならこの組突破できるのにな。あとアジアカップに行くっていうより、もう旅行気分で楽しもうって言ってる人もいたし、今回は得点できるかどうかを心配してる。とにかく1点取れればそれでいい。日本の選手とユニフォーム交換してもらえたら得だよねって言ってる人もいて、ちょっと切ないよ。でもちゃんと応援してる人もいるでしょ。それはちゃんといるよ。怖いなら最初から出る意味ないだろう。強い相手を避けてたら結局上にはいけない。こういう強い相手と戦えるのはいいことだ。どこに差があるのか、どこまで近づけるのかがわかる。下手くその上級者への道のりは己が下手さを知りて一歩目。まだ試合前なのに騒ぎすぎ。ボール蹴る前から全部決まったみたいに言うなって感じ。それはその通り。どうせ厳しいのは分かってる。でもそれでも勝っても負けてもタイを応援する。何が起こるかわからないんだから、まずは全力でぶつかれ。気持ちが大事だ。いいぞタイランド。タイランドポンポン。このグループは本当に厳しい。でも強い相手と当たるからこそ、タイがどこまでやれるか見たいって気持ちもすごくある。アジアカップのグループが決まった直後のタイはこんな感じだったよ。トムくんありがとう。アジアカップ楽しみだな。僕も日本との試合は楽しみだよ。それじゃあเจอกันครับ。เจอกันค่ะ。U23、U17 がアジアカップ優勝して来年前代表の番だね。そうだね。ちなみにアジアカップ最多優勝国は日本の4回なんだよ。すごい。試合日程はどんな感じなの？まだ時間は決まってないけど、サウジアラビア開催だから夜中になるのかな。対戦は土曜日だからいいけど見るのもちょっと大変だな。前回の優勝がカタールで2連覇中だよ。グループリーグでやっつけちゃうしかないね。アジアカップで負けると日本に勝ったってずっと言ってくる国があるから優勝しておきたいね。いけるいける、優勝だ。でもその前にワールドカップだよ。ワールドカップも優勝だ。さらにその前にはアイスランド戦ももうすぐそこだよ。そうだそうだ。それも楽しみだね。あと U17 アジアカップのウズベキスタン戦の PK 戦のことなんだけど。これだね。そうこれ。ウズベキスタンはこの前の韓国戦も PK だったんだけど、ウズベキスタンのキッカーで最初の3人が韓国戦で蹴ってる選手で、あとの2人は蹴ってない選手なんだよ。PK 外した人は前の試合のデータがあって決められた人は初見な可能性があるってことだね。そうそう。PK は情報戦ってことなんだ。そうだね。日本はワールドカップで対戦する可能性がある国のデータ分析すごいしてるって宮本会長と森保監督の対談で言ってたから、 PK のデータもしっかり集めてるはず。前回 PK で負けてるしそこは絶対やってるね。よくコメント欄で PK の練習しろって書いてるの見かけるけど、そんな素人が言わなくても分かってるってことだね。そりゃそうでしょ。みんなが仕事とかでかなりの時間取られてる間、ワールドカップ優勝することを考えて生きてる人たちなんだから。確かに一般人が思いつくことなんて1回ぐらいスタッフは考えたことあるってことだね。そうだと思う。本当にワールドカップが迫ってきてるね。そうだね。ということで今日は終わり。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。